着しました。ホールが手配したタクシーが迎えに来てくれていました。ここはクオピオ駅。これまでの駅に比べると少し小さいですね。マッキーがクオピオの文字を探していますが見つかりませんでした。タクシーに乗り込みました。迎えに来てもらえてよかったです。大きなタクシーが迎えに来てくれました。ホールに到着。タクシーの運転手さんなんですが、とても親切で中まで案内してくれました。入り口は向こうだったようですね。We have 3 different music schools here. ミュージックスクール。Yes. ホールですね。Hi. Hello. Our technician, other technician. Hi. Nice to meet you. I'm Kanae Nozawa. Hello. Hello. Maki. リハーサルを終えて食事の時間。ケーキとパンとサーモンとポテト。なるほど。サーモンとポテトと卵が入ったサラダのようなもの。コンサートの前にあまりたくさん食べてしまうと体が重くなってしまうので、ちょうどいいメニューでした。この曲はこのクオピオで有名な曲、ホールの方が教えてくれました。アンコールで演奏したのですが、皆さんとても喜んでくださいました。この方はホールのヤーリさん。とても親切でチャーミングな人でした。かなり遅い時間になってしまったのですが、ホテルまで送ってくれました。はい、今日はクオピオのコンサートでしたなんかマッキーが慌ててますけど、コンサートが終わりまして、今ホテルに入りまして、ちょっと3つねコンサート終わりましたので、残すところあと1つになりました。ってうるさいよ残すところあと1つになりました。ちょっとまた今夜も昨日もしましたけど、プチ打ち上げタイムになります。マッキーさんお疲れ様でした。今日も楽しかったですね。楽しかったですか？今日はどうでしたか？ピアノの感じは。はい。生音がよく感じられる感じでしたね。眩しいんやけどあれ。
生音、そうですね、うんなんか生な感じが主体になってた感じで、でも私ピアノの音がめちゃくちゃボーンってきてたんだけど、マッキーすげえなんかガンガンに乗ってるなと思いながら、いやうるさいっていう意味じゃなくてねすごいなんかいい感じでした。ありがとうございます。いつもよりタッチ強かったよね。もうすごい強かった。なんか勢いありましたよね。いやいやいや、なんか鳴るピアノだったんですよあー結構。そっか。前回だ、あ、でもシナモ前回か、うんそう近かったしね、多分3人そうね。うん。ステージがね、うん、今回で一番またコンパクトにキュッてなってる感じはしました。いや今日はまあ200人ぐらいの小ホールだったんですけど、たくさんお客さんも来てくださって、なんか盛り上がったのかどうかちょっとなかなか分かりづらかったんですけど、でも最後やっぱりみんな立って、そう皆さんスタンディングオベーションしてくれて、せっかくスタンディングオベーションしてくれたのにまた座れって言ったけどねもう一曲あったからね。あれアンコールって立ったまま聴くもんなんですかね。乾杯しよう。じゃあすみません、お疲れ様でしおた。疲れ様でした。はい、乾杯、お疲れ様でしお疲れ様でしたた。お疲れでした。どうでしたか今日は。幸せそう。ビールにやりつけてます。なんか飲んだばっかりの感じに思われるかもしれないけど、まあね真面目にやってる。真面目に一応コンサートをねちゃんと真面目にやってますよ。はい。今日ね、よかったよ。みんな歌ってくれたし。そうですね。今日一番歌ってくれたんじゃない。そう、なんかさめちゃくちゃいい声、いい声だね。ね。絶対なんかその歌やってる人みたいな、ももう声でかいし。あ、それは俺じゃん。俺だ。俺だったんですね。向こうから聞こえた気がしてたけど、そうなんかめっちゃ上手な男性、声がなんか太い。歌詞も全部そう感じでリードして歌ってくださったんで、観客の人たちも皆さん歌ってくれてよかったです。大きな声で歌ってくれたよめっね。ちゃ大きかったね。はい。今日だけやる曲っていうのもあったんですけど、クオピオの曲であったんですけど、今回いろいろやってくださってヤーリさんっていう方のリクエストというか、これぜひやってほしいってことだったんですけど、そうだった。すごい喜んでくれていたのでよかったなと思いました。はい。というわけで、今日もお疲れ様でした。また明後日最後のラストトルック頑張りましょう。じゃあね。おはようございます。今日はクオピオの朝です。ちょっとだけホテルのそばを散歩しようと思います。クオピオには初めて来たので、ちょっとあんまり時間がないんですけど、少しだけでも散策したいなと思って、ホテルのすぐそばになんか教会もあったりするので朝ごはん前にお散歩ですね。今日朝焼けがすごい綺麗だったんですけど、写真を載せたいと思います。ホテルのすぐそばの公園、この先に教会があります。クオピオは結構小さな町みたいですね。でも割と皆さんよく行くよみたいに言っていたので、あと名物は小魚、何の魚かちょっと忘れちゃったんですけど、小魚をフライにしたのが名物だそうです。パンに挟んで食べたりするそうです。これがクオピオの教会です。クオピオのルーテル教会、19世紀初頭に建てられたのだそうです。町の中心街の高いところに建てられているので、ここから町を一望することができます。ブルトーザー取らんでいい？取っときますか。一応。オルブって書いてああね。この先に湖が見えているので行ってみようと思うのですが、
意外に遠くてなかなかたどり着きません。こういう絵がいっぱいあるよ。あとで編集するとき見て集めよう集めようこれ。入ってくる。これ集めようやく湖のある公園に着きました。朝日が綺麗ですね。湖にやってきました。フィンランドは本当に湖がたくさんあるんですけど、意外と街の中にはねもちろんないので、今回の旅でも湖のそばに来たのは初めてです。綺麗。エキストラ。エキストラ。入り込んでくるね。ちょいちょい浦島民を探せ的な感じ。ね。どうですか。行きましょうか。大丈夫ですか。はい。今日のクオピオのホテルの朝ごはん。これが多分クオピオの名物の魚、なんかニシンっぽくも見えるけどニシンじゃないね、ニシンの、なんかパンにこう包まれたやつ。名前がちょっとわかんないんですけど、それもあったので買ってきました。いただきます。また同じタクシーの運転手さんが迎えに来てくれました。やっと書いてあった。駅のホームからようやくクオピオの文字を発見することができました。ここから3つの電車を乗り継いでトゥルクへ向かいます。私たち荷物が多いので乗り換えるのもなかなか大変です。さすがに移動とコンサートで疲れてきて眠っていました。今ユバスキュラ周辺です。そしてまた起きて動画を撮ったり話したり、3つの電車を乗り継ぎながら5時間半の旅。そしてようやくトゥルクに到着しました。朝出たのに夕方になったね。夕方も綺麗です。さっき半分の月が見えて綺麗です。なんだかいつもスーツケースを持って歩いているような感じがしますね。借りているアパートまで歩いて移動。今回もアパートの鍵はキオスクに預けられていました。無事に受け取れて嬉しそう。もらえたよ。アパートはすぐ見つかったのですが、エレベーターがなかなか見つかりませんでした。白い家のドアのようなところにエレベーターがありました。そうなんですよ。まさかの。これんか厳しいと思います。5階？薪が奥やったらね、布団になる。すごい速さで駆け上がるマッキー。トルクの街にやってきました。明日はコンサートがあるんですけど、
今日は何もないので、今から食事をしに、賑やかな市街地というか、行きたいと思います。去年来た時はトルク大学で講義をしたんですけど、その時はあんまりそんなに時間がなかったんでゆっくり見れなかったんで、明日のライブも9時半からだから結構時間あるので、少しトゥルク散策できたらいいなと思っています。去年もトゥルク大学で講義をした時にこの町にはやってきていましたが、そんなに長く散策する時間はなかったのでした。ここどこでしたっけ？え？ここなんていう町でしたっけ？箱根。そうじゃないぞ、もう町はすっかりクリスマスですね。夕食を食べるレストランに向かいながら街を見て歩きます。トルクにはどんなものがあるんだろう。ここまでしか来らんもんね。そうですよね。この橋渡りましたよね。分かった。去年も歩いた運河沿いにやってきました。ああ、なんかこんな雰囲気だった。お疲れ様でした。トゥルクにやっと到着しました。明日ラストショーよろしくお願いします。ここは、ラッセさんのおすすめの、イタリアンっぽいお店です。ちょっと人気店なんで入れないかなと思ったんですけど、なんとかちょっと短い時間は空いていたので席取れました。いただきたいと思います。来ました。これはラム肉のパスタと、これはステーキと、これはモロッカンサラダ、何かわかんないけどサラダです。やったー、美味しそう。いただきます。食べよう。いいよ何がモロッコなんだよ。これなんだ。トゥルクの川沿いの道です。前回もこの川沿いの道歩いたんですけど、その時はマーケットがあったんだけど、今回はやっていませんでした。暗いけど綺麗ですね。ちょっとひんやり寒くなってきました。夜の街を歩くのもいいものですね。これはレストラン線ですね。ちょっとさっきより寒くなってきましたね。さっきはそんな寒くないと思ったけど。翌日お昼ご飯を食べるために再び街へ繰り出します。お昼です。可愛い街並みがいいね。こうドアとかがいちいち可愛いですね。お昼ご飯を食べに行きます。トゥルク、昨日はね暗かったんでまたちょっと雰囲気違いますけど、そうですね。今日最後のコンサートですから頑張りましょう。もう気合で。気合でマッキーさん、今日はねちょっと生火じゃないからはいはいはい。あれなんですけど、はい。はい、でも楽器はなんだって頑張ってやります。頑張ってやります。今日はちょっとクラブっぽい感じだった。そうね、昨日ちょっとね入り口まで行ってみたけど、なんか中は見えなかったけどね、今日はちょっとノリノリな感じノリノリでで
やりますか。そうね、スタンディングだからね。マーケはとピアノ立って弾いちゃうみたいな。ねもう、バーン後ろ向きとか。後ろも弾けるんかい。Agofönstrets berättelse är nu sammansatt av folkets kollektiva julstämning med hjälp av artister. と広場があって、ここにマーケットみたいなのが開かれているので、ちょっと行ってみようかなと思います。クリスマスのリースがかわいい。クリスマス前ということでリースが売っていたり、クリスマスのお菓子が売っていたり、そしてその他お魚や野菜などが売られていました。クッキーとかお菓子が売ってます。基本クリスマスのクッキーだ。ジンジャークッキーとか、なんだっけ、クグロフパイもなんか美味しい。リーフパイみたいなのじゃない、なんだっけ、美味しそうです。結構バスが長いです。古くの町は、トラムがないけどバスが結構走ってて長い。多分マーケットのホールですね。多分こんな感じあるんですよ。地図で探したカレー屋さんに行ってみようと探しています。マーケットホールにやってきました。カンペレでも行ったし、いろんなところにこういうホールがあるみたいですね。ちょっとご飯を食べるところを探したいと思います。こういったマーケットホールでお惣菜やお魚を買って食べてみたいなと思うのですが、まだ機会はなかなかありません。そして探していたカレー屋さんを見つけました。お店に来て勝手によそって食べるスタイル。そう、いただきます。このカレーが本当に美味しかったです。マンションの隣にあるカフェにやってきました。こちらなんかオレンジとチョコレートのチーズケーキと、こちらはベリー系のチーズケーキです。なんか可愛い感じのお店でケーキも美味しそうです。ここで今日もカフェにやってきました。いただきます。さて、いよいよこのツアー最後のショーに向けてライブハウスに向かいます。そうですね。頑張りましょう。ちょっとレートショーな感じですけど、盛り上がっていきましょう。前日に下見に来ていたので場所はすぐに分かったのですが、なんとドアが開かず中に入ることができません。分厚いドアをどんどんと叩いてみても、少し蹴ってみても開きません。裏口がないかと探しに行きます。裏口を見つけることができましたが、そこのドアを叩いても誰も応答がありません。親切な女性が電話をかけてくれたりもしたのですが、電話も誰も出ず途方に暮れましたが、ようやく入ることができました。というライブハウスに着いたんですけど、クラビノーバーを持ってきてくれてたんですが、ダンパーペダルの端子が断線していて
使えなくて鍵盤もちょっと鳴らないところがあったので、急遽小さいキーボードを借りてきてもらうことになりました。ちゃんと音が出るようになれば良いのですけれど。やっと中に入れたと思ったらさらなる問題発生。別のキーボードを運んでもらっている間に私たちは着々と準備を進めます。お水など勝手に飲んでいいよと言われていたので、何やら始めました。もうやってますか？ Which one? Water and soda? Water. そうだ。アイスもつけてください。 No ice. あ、マジ。 Only water. ありがとうございます。 Need more? No. No need. Soda. No need. No need. Soda. No water. うん。 They need ice? Yes. No. いや、ないんだよね。アイスないんだよ。Here we go. ありがとうございます。Kiitos. キドス。数々の苦難を乗り越え、なんとか頑張ろう。おおー。お。お。おー。お。よろしくお願いします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 。お願いします。マッキーさん、今日頑張ってください。頑張ります。ちょっとやりにくいと思いますいえけど。いえ、全然頑張りますよ。頑張ろう。私たちのショーの後、会場はダンスフロアになりました。すごいにぎわいです。ライブが終わってナイトクラブになりました。すごいね、すごい混雑で、毎週こんな感じって言ってました。ドアに私たちのポスター貼ってあるんですけどお疲れ様です。テイク2。テイク2。今一生懸命お疲れ様でしたって結構長く喋ったのに録画されていませんでしたので、テイク2でいきたいと思います。20分ぐらい喋ってたよね。いやね、結構喋ったよね。あ、お疲れ様でした。イエーイ。トリプル終了。4つのコンサート全部終わることができました。いや、今日は90分のセットワンステージなんで、もう最後にこうイエーイって感じで締めて終わろうと思ってたら、なんとマッキーが弾くはずのクラビノーバ、用意してくれたクラビノーバのペダルが断線してて
完全に切れちゃっててね、でこれはちょっと無理、しかも鍵盤もなんか音出ないところもあったりしてこれはちょっと無理だってなって急遽ですね別の64件のそれを運んできてくださってやったんで、なんかちょっといろいろバタバタしちゃって慌ただしく本番に突入して、で終わったら終わってなんかダンスフロアになるからちょっとステージ早く片付けてって言われてゆっくり片付けようと思ったのにと思って、もう慌ててとにかくなんか入れて楽屋に持って行って、で楽屋はまためちゃくちゃ暗くてね、あそこ控えそうなんてなんかいろんな色々言ってるんですよ。倉庫なんか倉庫みたいですね。倉庫っていうかね、なんだろまあでもいつもあそこの楽屋にいるんだろうけどうね。ね。これがすごい役に立ったんだよ。眩しい。そうでも役にこれあってやめて。主催の人がでもなんかみんないつもここロックの人とかそういう人多いからって、この部屋の暗さのこと言ってたけど、でも別にロックの人がみんな暗い部屋でっていう、まあわかんないけどね。そうまあでもライブはすごい盛り上がってお客さんもすごいたくさん、もうスタンディングで2個ってちょっと私は初めてだったんですけど、しかも客が近いの。近いよね。ここにいてね。友達みたいな顔でこっち見てる。いやでもなんかすごい皆さんあったかいお客さん多かったし、お疲れ様ですとか言ってね、日本語途中でもね声かけてくれたりして、ライブ自体はすごい盛り上がったし楽しかったです。その前後がちょっとバタバタしちゃって3人とも疲れ果てちゃったんですけど、でも良いライブだったと思います。4つのコンサートそれぞれいろいろいいスタッフの人たちに助けてもらって、終えることができました。さっき本当はこのアパートからバスで行こうと思ったんですけど、バスのアプリの決済がうまく私とマッキーができずに、寺島さんだけ1日券を8ユーロも出して買ったのに、結局往復歩いて15分ぐらいでね近かったんですけど往復歩いたんで、荷物があるからね、でも結構深夜までバスを走ってるみたいで、まだ走ってはいたんですけどもう歩いて帰ってきちゃいました。週末だったからいっぱい人もいたし、なんかそのクラブ、ダンス、踊るクラブみたいなところがいくつかね。そうね、他にもあって、そこも私たちがやったとこも賑わってたし、他のところもね、今日は土曜日だから、なんか大人の人も結構いたね。そんな若者ばっかじゃなくて、だから努力の週末は結構、まあヘルシンキももしかしたらそうなのかもしれないけど賑わってるんですね。いやなんかそういう雰囲気久しぶりっていうか、あんまり経験したことなかったから、なんか新鮮な感じで、なんか私はなんか面白かったです。アマチュアバンドの頃を思い出した。でもね、なんかこう毎回何かしらのトラブルを、切れた。いや切れてないです。画面が切れてる。消えてない。画面乗り越えて来てるんで、今回もなんとか無事に、一時はどうなるかと思ったんですけど乗り越えることができたんで、よかったです。マッキーは結構疲れだと思うけど、全然疲れてない。88件がでも64件に20件減った。まあね、そ計算できのまあなんかその割と壮大な曲が多いから低音をもっと使いたいし、でも高音も使いたいし、でもなんか両方がちょっとずつないんですよね。だからまあっていうところあったけど、弾いたらなかったとか。俺もほら前回のヘルシンキやったタンペレか。だから61件が48件になって。そんな時ありましたっけ？やっぱ使えなくて1台。
あれ持って48だった。きやっぱりほら急遽持ってきてくれて、あれ少だから1なオクターブかったんだ。少なかった。あ、そっか。どうしようとか。ね、頭使いますね。どっちで弾けばいいのかみたいな。そう。オクターブを変えられるスイッチがあるんですよ。だからタイミングを見計らって押そうとかいろいろやってはみたんですけどね。それの練習してないからさ。そうね。だからその時考えながらしなきゃいけないからね。焦って逆とかして低い方が全然なくなったりとか。面白いですね。まあさライブって感じで。ですよ。でもPA してくださった方はすごい最初なんかなんだろうどういう感じなのかなと思ったけどすごい親切にそのピアノがダメだったこともすごい気にしてるね。すごい気にして本当にごめんなさいって着いたらホールが空いてた。ああそう。かなえちゃんがまあすごいそうだ。こうすごい分厚いのがあってそれでもううんともすんとも言えないからもうドン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 っつってちょっとその最後にはちょっと足でも蹴ったりしながらやったけど全然開かなくてその窓にちょっと石とか投げてみようかなとか思ったんだけど。だから途中で女の人が「野沢かなえさん」っつって声かけてきたから、やっとスタッフの人が来たしさ、お客さんでなんか時間間違えて早く来ちゃったみたいな。そうそうでその人が電話してくれたりしたんだけど全然出ないしで結構ねしばらく待ったらやっと中から出てきてくれてだからごめんなさい言うかと思ったら「何あんたたち」みたいな感じだったから最初は何にも話が通ってなかったんじゃないかなとか思うけど、まあまあね、でもその人が楽器貸してくれたわけだから、一生懸命やってくれましたね。一生懸命やってくれる。なんでみんなやっぱりいい人だったっていう話です。ね、まあとにかく本番は全部終わったんで今日はちょっとまあ疲れたけどこう乾杯して休んで明日から帰る日まで少しフィンランドを楽しみたいと思います。いや復習しましょう。バスに乗りまくるよ俺は。バスにそうねバス1日券があったからねもったいないですからね。はい。気をつけていってください。もう日本までバスで帰ってやる。何日かかる。まあそんな私たちでした。お疲れ様でしたお疲。れ様でした。じゃあまたね。手の振り方が褒められたから翌朝ヘルシンキに戻る前にトゥルク城へ行くことにしました。これからトゥルク城に行ってみようと思っています。アーボアというところにトゥルクのバスは手を挙げて意思表示をしないと止まらないことがあると書いてあったので手を振っていましたが、もしかするとここは振らなくてもよかったのかも。バスに乗れました。近い。近っ。こっち見て。目的の停留所に到着しました。ここからちょっと歩くはず。かわいいね。到着したのですがトゥルク城はどっちと少し迷っています。この白い家も可トゥルク城にやってきました。多分
すごく広いのでちょっとしか見れないと思うんですけど、せっかくトゥルクに来たので。でもこっちトゥルキャッスルって書いてあるんでこっちかも。お、なんかかわいい。マッキーに呼び止められて写真撮影中。はい、こんなところです。なんか素敵ですね。入り口のところにあったトゥルク城全体の模型、かなり大きなお城のようです。これが全容かな。あっちです。中はたくさんの部屋がありました。一通り歩いて回るだけでも2時間はかかりますね。キングスステイトルームと書いてありました。それぞれの部屋にはここが何の部屋だったのかという説明も書いてありました。ここはピアノがある。ピアノが置いてあるので、ここでコンサートができたらいいななどと想像していました。写真じゃないです、動画です。いちいちポージング、モデルか。中のお部屋は全て見ることができました。さて戻りましょうかね。アパートに帰ってきました。エレベーターっぽくないエレベーター、これが多分エレベーターっていうということを学びました。絶対家のドアだよねこれ。中はかなり小さいエレベーターなのです。押した？5から。押したよ。ドアがちゃんと閉まった。エレベーターの様子を撮影したいと思うのですが、狭すぎてなかなかカメラに映りません。フィンランドは古い建物をそのまま残して中をリノベーションしたりしているので、時々このような昔のままのエレベーターも残っています。そして電車に乗ってヘルシンキへと向かいます。疲れてまた寝ていますね。トゥルクから一つ電車を乗り換えて2本目の電車で今ヘルシンキに向かっているところです。今回の旅で、何回かこの長距離列車に乗ったんですけど、レストランカーがあるのとないのがあって、この電車はあるんですけど、まあお腹も空いてないのと、向こうのレストラン席がね結構埋まっていたんで、ちょっとこの席に座ってみました。レストランカーで食事を食べる経験をしてみたかったんですけど、ちょっと今回はできませんでした。上は多分違う席かな。
に帰ってきた感じがします。お疲れ様です。ヘルシンキの駅。帰ってきたよ。ああ、いっぱいあるやつね。さすがにみんなちょっと疲れていますね。帰ってきたぞ。乾杯。お疲れ様です。はい、朝ごはんの定番トーストチーズ目玉焼きサラダ、そしてこちらが、スーパーで売ってるポテトサラダなんですけど、結構なんか細かいタルタルソースみたいに見えるポテトサラダです。おはようございます。おはようございます。ラストじゃないか。ラストから2番朝ごはん。手錠さん、これ動画です。お祈りして食事をしたらお土産を買いに街へ出かけました。どういう意味だろう。エロ漫まだ11月の初旬ではありましたが、街はクリスマスの雰囲気になってきていますね。ハッチェル、チョコレートのハッチェルのカフェにやってきました。パンを頼んで、すごい広い店内です。電車の会社。いただきたいと思います。少し雨がぱらついていますが、街歩き、日本の街並みとは違うので歩いているだけでも新鮮です。街歩きです。今日はちょっと天気ね、ちょっと雨、誰も傘さしてます。本当。結構な小雨だったよね。ね、結構濡れる感じぐらい降ってるけど、誰もさしてません。クリスマスのディスプレイが。Suddenly, they saw a small cottage decorated with magical iridescent soap bubbles. ここはヘルシンキのアカデミア書店。とても有名な本屋さんです。2階にあるカフェアールとは映画カモメ食堂のロケ地にもなり、日本でも有名になりました。乾杯。お疲れ様でした。キッピス。Thank you for the 旅の最後の夕食は友人たちとこのツアーの成功をお祝いしました。はい、4つのコンサート終わりまして、明日日本に帰りますということで、今日は、友人たちと最後の食事をしました。ラッセさんです寺島さん、そしてマッキー、そして今回のコンサートをいろいろ紹介してくれたコンスタさんです彼もアーティストですね、グラスの作品などを作っている方です。はい、美味しい中華のお店で食事をして、お腹がいっぱいになったところです。
今回のツアーも大成功ということで、明日無事日本に帰りたいと思います。じゃあね。じゃあね。バイバイ。最終日、空港へ向かう前にマッキーと再び買い物へ。トラムに乗って買い物にしつこく買い物に最終ギリギリまで行きます。なんか見つかると、はい、今日はちょっと行ってみたかったところをしたらとか行ってみようと。寺島さんもお留守番してて。Kumpulan kampus. Kuntext kampus. できたどうまあそんな遠くなかったね。そうだね、電車すぐ来たからよかったね、この中かもしれないな。この中っぽくない？ね、ありました。コンスタさんに教えてもらったクラフトショップありました。やったー。かわいいアクセサリーがたくさん売っていました。私は木製のスミレの花のピアスを買いました。Kaisaniemigatan. Helsingfors Universitets metrostation. Kaisaniemen katu. Exit for University of Helsinki Metro Station. 的には結構あるよね。最後の日に晴れましたね。最後の日に晴れましたね。晴れましたね。この2日ぐらいずっとちょっと天気悪かったからよかったです。もう帰りますけどね。今回はいろいろ行きましたね。はい、フェリーも乗ったしね。最後の夕食は中華でしたね。中華でしたね。美味しかったね。寺島さんめっちゃ気に入ってて。めちゃくちゃ気に入ってた。ね、東京にあってもまた行く。良い旅でした。お疲れ様でした。空港だとあまりいい店がないかもしれないと思い、アパートの近くのカフェに行くことにしました。多くの期待をしてないっておっしゃいましたね。ゲルンデにフォークいる？ゲルンデに美味しそうな匂いしてます。すごい。さっき期待はしてないっておっしゃってましたよね。撤回ですか？美味しい。お、やったー。よかったね。マッキーのこのパニーニみたいなパンも美味しそうです。はい、私もこれいただきます。今回は4つのコンサートがあってそれぞれ違う都市だったので移動しながらだったので結構重いスーツケースを抱えて移動するのは大変だったんですけど、いろいろな街を巡れたのも良かったし、それぞれの場所で、良いコンサートができましたし、中力城にも行くことができたし、前回は割となんかサンドイッチ的なご飯が多かったんですけど、今回は奮発していろんなものを食べれたので、食も楽しむことができたんでよかったなと思います。はい、あとは無事になんとか日本に帰り着くだけなので13時間のフライトを寝ながら帰りたいと思います。旅の
旅を終えて本当に充実した演奏旅行でした。次はまた楽しみにしていますね、いろんな人にもたくさんお世話になって本当にね、かなえちゃんのお人柄でね、本当に皆さんがいろいろとサポートしてくださってるんだと本当に思いました。本当に思ってます。いや本当にいつもありがとうございます。本当にみんないい人ばっかりで、出会う人いい人でしたけど、また次来れることを願って楽しみにこれからまた頑張っていきたいと思います。じゃあラストパーソン今回の感謝してます。感謝してます。いろんな人が感謝してます。世界のテラスさんです。世界のテラス。編集します。もうバグってしまっています。翻訳そんなわけでちょっとバグった寺島さんでしたが、また日本でお会いしましょう。さよなら。はい。寺島さんでしたけど、お疲れ様です。再びムーンウォーク。でも全然できていませんね。なんか余計疲れた。そうですよね。余計な体力使って。2週間の旅を終え日本に戻ります。帰りの飛行機はいつも寂しい気持ちになります。今回の旅では4カ所でコンサートをすることができて、たくさんの人に会うことができました。どのコンサートもたくさんのお客さんが足を運んでくれ、初めてニコを耳にする方も多かったと思います。また必ずフィンランドの皆さんに演奏を聴いてもらえるように頑張ります。